り解説。2020年公開映画ベスト10。必見の名作を振り返る。こんにちは、皆さん。今日は2020年に公開された映画の中から、必見の名作を10本ご紹介しちゃいます。2020年は新型コロナウイルスの影響で、映画業界も大変な年でしたよね。そんな中でも、素晴らしい作品が数多く公開されました。私も見た映画がたくさんあって、どれも印象に残っています。そうだな。映画館に足を運ぶことが難しい時期だったけど、それでも家で楽しめる作品が多かったよな。特にアニメ映画や、話題になった洋画のリメイクなんかも注目を集めたんだぜ。私も見たくてたまらなかった映画がいっぱいあったよ。でも、今日はその中でも特におすすめの映画を10本選んでランキング形式でお届けするから、みんなもぜひ最後まで楽しんでね。それじゃあ、早速2020年を代表する名作映画ベスト10を、10位から順番に紹介していこうぜ。気になる作品があったら、見る参考にしてみてな。第10位。AI 崩壊。さて、第10位は AI 崩壊だよ。これは2020年に公開された映画で、人工知能 AI が引き起こす大混乱を描いてるんだけど、すごくリアルな社会問題を考えさせられる内容だったわ。そうだな。この映画は、現代社会における AI の進化とその危険性をテーマにしてる。AI が暴走することで、無数の人々の命や社会が一瞬で崩壊していくんだ。AI がもたらす未来に対する警鐘を鳴らしている映画だぜ。AI が私たちの生活にどんどん浸透している中で、こんな事態が起きたらどうしようって怖くなっちゃった。でも、なぜこの映画はこんなにも話題になったんだろう？その理由は、まずはそのリアルさにある。映画は、AI 技術が進化することで生まれた AI 暴走というシナリオを描いていて、現実の社会問題にリンクしているんだ。特に今の時代、私たちは AI をどんどん身近に感じているからこそ、映画のテーマがよりリアルに感じられるんだよ。なるほど。そう考えると怖いけど、同時に AI の使い方をしっかり考えなきゃいけないって気づかされるよね。映画の中で、AI 暴走がどう進行していったのか、具体的なシーンが印象的だったな。そうだな。特に AI が人々の命に直接影響を与えるシーンは衝撃的だったよ。映画は AI の倫理問題や社会との関わりについて、考えるきっかけを与えてくれる。結局、テクノロジーの進化に伴うリスクも、私たちがどう向き合っていくかにかかってるんだ。それじゃあ、今後 AI 技術がもっと進化する中で、私たちもこの映画を参考にして、より慎重に AI を使っていかなきゃいけないんだね。とっても考えさせられる映画だったわ。その通りだぜ。AI 崩壊は、ただのサスペンス映画にとどまらず、AI とどう向き合うかを問いかける深いメッセージが込められた作品だ。ぜひみんなにも見てほしいな。第9位。嘘800。京町ロワイヤル。第9位にランクインしたのは、コメディ映画、嘘800京町ロワイヤル。この映画、ただのコメディではなく、非常に緻密に作られた詐欺劇だから、見ていて引き込まれるんだよ。そうだな。この映画は、前作、嘘800の続編だが、舞台が京都に変わって、より一層面白くなったんだぜ。二人の主人公が詐欺をめぐって繰り広げるドタバタ劇が見どころだ。本当に、主人公たちが次々と繰り出す契約に、笑いながらも感心しちゃうよね。でも、なぜ、嘘800京町ロワイヤルがこんなにも話題になったの？その理由は、単なる笑いだけじゃなく、詐欺というテーマの裏にある人間ドラマが巧みに描かれているところだ。映画を通して、詐欺師たちが織りなす計画の中で、彼ら自身の成長や葛藤が見え隠れするんだ。なるほど。ただの笑いだけじゃなくて、ちゃんと感情に訴える部分もあったんだね。しかも、主演の俳優たちが絶妙な演技を見せてくれるから、感情移入しやすいんだよね。その通りだぜ。特に、主演の中井貴一と佐々木蔵之介のコンビネーションが抜群だ。二人の掛け合いが自然で、観客を映画の世界に引き込むんだよ。詐欺を働こうとする二人の男の成長を見届ける感じが、なんとも言えない面白さだったよね。しかも、
京都を舞台にした独特の雰囲気が、映画にさらに奥行きを与えている気がする。ああ、京都の街並みが、映画にぴったりの舞台となっている。実際に京都で撮影されたことで、映画全体にリアリティが生まれて、登場人物たちの行動がますますリアルに感じられるんだ。嘘800京町ロワイヤルは、コメディ映画としてだけじゃなく、しっかりと人間ドラマとしても楽しめる。どんな人でも楽しめる作品だし、今後も見返したくなること間違いなしだよ。第8位、エクストリーム、ジョブ。第8位は、エクストリームジョブだよ。これ、ただのコメディじゃなくて、かなり斬新なアクションコメディ映画だったんだ。そうだな。この映画、韓国で大ヒットした作品で、アクションと笑いのバランスが最高なんだ。話の筋は、麻薬取引の証拠をつかむために、麻薬捜査官たちがフライドチキン店を開店して潜入捜査するって話なんだ。フライドチキン店、それ、どういうこと？ちょっと想像がつかないよ。そのままなんだよ。捜査官たちが麻薬取引の証拠をつかむために、普通のフライドチキン店を経営しながら潜入捜査を行うんだ。店の経営がどんどん繁盛していくうちに、警察官たちの計画も進んでいくんだが、途中で思わぬ展開が起きて、まさにドタバタ劇になるんだぜ。ふふ。なんだか笑える展開だけど、結構緊迫したシーンもありそうだね。そう、アクションシーンもあるし、映画を見ていると真面目な場面もあって、ちゃんと捜査の緊張感が伝わってくるんだ。だからこそ、笑いと緊張感のバランスが絶妙で、観客を飽きさせないんだよ。確かに、ただのコメディだとすぐに飽きちゃいそうだけど、アクション要素も加わっているなら、見ていて全然退屈しなさそう。それに、操作がどんどんうまくいって繁盛していくところも面白そう。だろ？それに、登場人物たちが本当に魅力的なんだ。特に主演のソン・ソクホとイ・ドンフィの演技が光っている。二人の掛け合いが面白いし、見ていて引き込まれること間違いなしだぜ。それに、映画全体を通して、見ている人に元気を与えてくれる感じがするよね。笑いながらも、ちょっと考えさせられる部分もあって、気軽に楽しめる作品だなって思った。その通り、エクストリームジョブは、コメディ映画としてはもちろん、アクションやヒューマンドラマも楽しめる一作だ。どんなジャンルの映画が好きな人でも楽しめる作品だと思うぜ。第7位、罪の声。第7位は、罪の声。これは、実際に起きた事件を元にしたサスペンス映画で、見た後に心に深く残る作品だったな。そうだな。この映画は、塩田武史の小説を元にしていて、1980年代の日本を舞台にした、犯罪と家族の物語だ。主人公が、過去の未解決事件の真相に迫るストーリーで、徐々にその事件の深い真実が明らかになっていくんだ。そんなに重いテーマなんだ。でも、どんな点が特に印象に残ったの？この映画の魅力は、やっぱりその真実を知りたくても知らない方がいいというジレンマだな。主人公は、事件の真相に近づくにつれて、自分の家族のことや過去の出来事に疑問を持ち始める。家族を守るためには、知らない方が良かったのかもしれないという葛藤がすごくリアルなんだ。なるほど。家族に関わる事件だったからこそ、主人公の悩みがすごく伝わってきたんだね。でも、そんなに複雑な状況なのに、どうやって事件を解決するんだろう？その答えは映画を見てのお楽しみだが、主人公が事件の真相に近づく過程で、彼自身の成長も描かれているんだ。何が真実で、何が嘘か、どれだけ真実を追い求めても、失ってしまうものがあるという点が心に響くんだ。映画の終わり方がすごく印象的だったな。あんな結末を迎えるとは思わなかったよ。ああ、その予想外の展開がまたこの映画のすごいところだ。罪の声は、サスペンス要素だけでなく、人間ドラマとしても非常に深みがあって、見る者に強烈な印象を残す。家族や真実、罪と向き合わせられる映画だぜ。確かに、ただのサスペンスじゃなくて、深いテーマが描かれていて、見終わった後もずっと考えさせられたな。これだけ重いテーマを扱っている映画なのに、最後まで引き込まれたわ。罪の声は、
サスペンスと人間ドラマが融合した素晴らしい作品だ。これを見ることで、事件や家族について改めて考えるきっかけになるだろう。第6位、劇場版、バイオレット、エヴァーガーデン。第6位は、劇場版バイオレット・エヴァーガーデン。この映画、ただのアニメ映画じゃなくて、深い感動と美しい映像で見る人の心を打つ作品だったんだよ。そうだな。バイオレット・エヴァーガーデンは、戦争で感情を失った少女バイオレットが、手紙を通じて人々の思いを届けるお話だ。劇場版ではその物語がさらに深まって、彼女がどんどん成長していく様子が描かれているんだぜ。手紙を通じて感情を学んでいくって、なんだか素敵なテーマだね。でも、劇場版ではどんな展開が待っているの？劇場版では、バイオレットが過去の戦争の傷を抱えながらも、再び戦場に赴く姿が描かれているんだ。彼女が人々に手紙を届けることで、心の中で何かが変わっていく。それが観客に強い感動を与えてくれるんだよ。戦争の後遺症を抱えた彼女がどんな風に人間らしさを取り戻していくのか、すごく気になる。その通り、この映画の最大の魅力は、バイオレットの成長だな。彼女は手紙を通じて相手の気持ちに触れ、自分の中にあった感情を再発見していく。その過程が非常に感動的で、見ていると自分も心が温かくなるんだ。そして、アニメーションの作画が本当に素晴らしいよね。背景の美しさやキャラクターの表情がすごくリアルで、映画の世界に引き込まれちゃう。ああ、映像美もこの映画の大きな魅力だ。京都アニメーションの技術が光っているし、細部まで丁寧に描かれている。美しい風景や情感豊かなキャラクターたちが、ストーリーの感動をさらに引き立てているんだ。劇場版バイオレット・エヴァーガーデンは、ただのアニメ映画を超えて、心に残るメッセージを持った作品だね。人間の感情や思いやりについて考えさせられる映画だと思った。その通りだぜ。感動的なストーリーと、見る者に深い印象を残すキャラクターたちが、見終わった後も心に響く。アニメ映画の中でも屈指の名作と言えるだろうな。第5位、新解釈、三国志。第5位は、新解釈三国志。この映画、三国志の名場面を全く新しい視点で描いた、まさに斬新な作品だったよね。そうだな。新解釈三国志は、三国志の物語をただの歴史物語としてではなく、コメディの要素を取り入れて、全く新しい解釈で描かれた映画なんだ。出演者たちの演技もユニークで、予想外の展開が面白かったんだ。確かに、三国志ってシリアスで壮大な物語のイメージが強かったけど、この映画はそのイメージを崩して、もっと軽快で笑いがいっぱいの雰囲気だったよね。その通り、三国志の英雄たちが、ちょっとコミカルに描かれることで、ストーリーがより親しみやすくなっているんだ。例えば、劉備や曹操、孫権といった有名なキャラクターたちが、普段見せないような一面を見せてくれて、映画全体にユーモアが満載だったんだ。あ、そうだ。映画の中で、キャラクターたちの掛け合いがすごく面白かった。普通だったら、真面目に語られるべきセリフも、ちょっとしたジョークになってたりして、見ていて本当に楽しかった。まさに、それが、新解釈三国志の魅力だな。歴史的な名場面をネタにしながら、現代的なユーモアを加えて、誰でも楽しめるようになってる。時にはシリアスなシーンもあって、バランスが絶妙なんだよな。しかも、映画のテンポがすごく良くて、長時間の映画にもかかわらず、全く飽きずに見ることができたんだよね。普通、こういう歴史物って途中でちょっと疲れちゃうこともあるけど、全然そんなことがなかった。その辺がまた、この映画のすごいところだよ。テンポよく展開するストーリーと、個性的なキャラクターたちの活躍が観客を引き込む。戦いのシーンも、迫力とユーモアが同居していて、ただの戦争映画じゃないところが魅力的だぜ。本当に、この映画は新しい三国志の楽しみ方を教えてくれるよね。真面目に学ぶ三国志ももちろん素晴らしいけど、こんな風に笑いながら見る三国志もありだなって思った。その通りだな。新解釈三国志は、歴史的なストーリーを現代的にアレンジして、
誰でも楽しめるエンターテイメントに仕上げている。三国志のファンはもちろん、歴史に詳しくない人でも気軽に見られる映画だぜ。第4位、ナイブズ、アウト、名探偵と刃の館の秘密。第4位は、ナイブズアウト名探偵と刃の館の秘密。この映画、ミステリー好きにはたまらない作品だったんだよね。どんでん返しが連続で、結末を予測するのが本当に難しかった。その通りだな。ナイブズアウトは、名探偵ブノワ・ブランが登場する推理映画で、ストーリーの巧妙さがすごいんだ。まず、豪邸で開かれたパーティーの後に起きた殺人事件を解決するために、ブノワ・ブランが登場するんだが、登場人物たちがみんな癖が強くて、誰が犯人か全くわからないんだよ。そんなに複雑な登場人物がたくさん登場するの。それって見ていてワクワクしちゃうね。そうだな。登場人物たちそれぞれが何かを隠しているようで、観客もどんどん引き込まれるんだ。さらに、映画の進行がとてもスムーズで、時間が経つのを忘れちゃうんだよ。じゃあ、映画の中でのブノワ・ブランの推理はどんな感じで進むの？ブノワ・ブランの推理は、最初はただの謎解きに見えるけど、彼が解決する過程で驚きの真実がどんどん明らかになっていくんだ。観客も一緒に謎を解いている気分になれるんだよ。それは楽しそう。でも、犯人が最後にわかるときって、どんな感じだった？あのラストの展開は本当に予想外だった。最初に犯人だと思っていた人が実は違って、意外な人物が真犯人だってことがわかるんだ。その瞬間、思わず、あ、そうきたか、って声を出しそうになったぜ。すごい。そこまで驚かされる映画ってなかなかないよね。映画全体の演出も素晴らしい。キャラクターたちがしっかりと描かれていて、どのシーンも見る価値があるんだ。ダニエル・クレイグが演じるブノワ・ブランも、最高に魅力的だよ。映画の舞台となる豪邸も素晴らしくて、まるで映画の中に入り込んだかのような気分になれたよ。場所もストーリーにうまく馴染んでいて、見るたびに新しい発見がありそう。その通り、ナイブズアウトはただのミステリー映画じゃなく、豪華なセットや緻密なキャラクター描写が相まって、何度見ても楽しめる作品だぜ。第3位、テネット。第3位は、テネット。クリストファー・ノーラン監督によるこの SF アクション映画、時間の逆行というテーマを中心に物語が展開されるんだけど、そのスリリングなストーリーと革新的な映像技術が観客を驚かせたんだよね。そうだな。この映画の主人公は、ジョン・デビッド・ワシントン演じる CIA の特殊工作員。ウクライナで発生したテロリストによる立てこもり事件を追っていくんだけど、実はその背後には未来から来た謎の技術が関わっているんだ。プルトニウム241を脱出した CIA スパイを暗殺するため、テロ事件は偽装工作だったってわけだ。テロリストによる立てこもり事件が、実は CIA スパイを暗殺するためのものだったなんて、予想外すぎる。その後、主人公はどうなったの？主人公は、プルトニウム241を奪うために CIA の仲間と共に突入して救出作戦を行うんだが、敵に捕まってしまうんだ。彼は機密を守るために自決用の毒薬を飲むけど、それが実は睡眠薬で、目を覚ました時には船の上で目を覚ますんだよ。そこで、フェイという男から実はテネットという秘密組織にスカウトされたことを知るんだ。テネットって、そんなに大きな組織だったんだね。でも、時間の逆行ってどういう仕組み？その仕組みは、逆行する弾丸をはじめとした逆行兵器が重要な要素だ。この映画で描かれる逆行とは、未来から過去に向かって進む物体や兵器を使うことで、過去を変えることができるという、時間を操るというコンセプトなんだ。逆行する弾丸、それがこんなに重要な鍵を握っているなんて、すごく興味深いわ。でも、主人公はその後どんなことに巻き込まれていくの？主人公は、武器商人と関わる中で、未来から過去に保管されたアルゴリズムという装置をめぐる陰謀を暴いていく。セーターという男が、その装置を使って第二次世界大戦を引き起こし、人類を滅ぼそうと企んでいるんだ。そこまで壮大な計画を阻止しなきゃいけないんだね。でも、
最終的にどんな戦いになるの？物語は、未来と過去が交錯する逆行作戦に突入するんだ。主人公とその仲間たちは、アルゴリズムを奪うためにセーターのアジトに突入し、逆行状態で行われる壮絶な戦闘に挑む。そして、最終的には未来から過去を守るため、主人公は自らの過去と向き合わせられることになるんだ。うわぁ、それは大変だ。時間を逆行させることで、戦争や未来が変わるって、すごく大きなテーマだね。でも、映画全体が緊迫感とサスペンスに満ちていて、最後まで目が離せなかったわ。その通り。テネットは、映像美やアクションももちろん素晴らしいけど、時間という概念を完全に使いこなしている点が本当に新しい。見るたびに新しい発見があるし、何度見ても楽しめる映画だよ。第2位、パラサイト、半地下の家族。第2位は、パラサイト半地下の家族。この映画、公開当初から話題になって、全世界で大ヒットした作品だよね。パラサイトは、貧富の差や家族の絆をテーマにしていて、深いメッセージが込められているんだ。まさに社会派映画だよな。パラサイト半地下の家族は、貧困層の家族が富裕層の家に取り入り、次第に巻き起こる波乱を描いているんだが、その過程がめちゃくちゃ緊張感があって面白いんだ。貧困層の家族が富裕層の家に取り入っていくって、なんだかすごくスリリングだね。でも、この映画の面白さって、それだけじゃないよね？その通り、この映画が面白いのは、貧富の差を描きながらも、どんどん予想外の展開になっていくところだ。例えば、家族がどんどん富裕層の家に入り込んでいくんだけど、その裏で何が起こるかが全然予測できないんだよ。計画がどんどん狂っていく様子がスリリングで、思わず目が離せなくなるんだ。なるほど。逆転劇がどんどん進んでいくんだね。でも、登場人物たちのキャラクターも魅力的だったな。特に、家族の一員一員がとても個性的で、映画をより引き立てていたよ。そうだな。主人公の家族はみんなとても魅力的で、同情しながらも共感できる部分があるんだ。でも、彼らが巻き起こす行動に対してどう感じるかは観客次第だ。善悪やモラルについても考えさせられるところがあるんだよ。それに、映画の中で貧困層の家族が富裕層の家に入り込むことで、階級の違いがどれだけ大きいか、そしてその格差がどれだけ人生に影響を与えるかを見せつけられる感じがした。その通りだ。映画の中では、家族が取り入った富裕層の家がどんどん変わっていくのが見どころだし、それに伴って登場人物たちの行動もどんどんエスカレートしていく。そのスリリングな展開が、見ていて飽きさせないんだよ。確かに、この映画は、見終わった後に心に残るものがあって、社会的なメッセージだけでなく、個人の選択や行動がどれほど大きな影響を与えるかを考えさせられる。パラサイト半地下の家族は、ただのスリラーやドラマにとどまらず、現代社会の問題を鋭く描き出しているんだ。だからこそ、全世界で評価されたんだろうな。第1位、劇場版、鬼滅の刃、無限列車編。第1位は、劇場版鬼滅の刃無限列車編。この映画、公開から大ヒットし、世界中で話題になったよね。アニメシリーズの続編としても、物語の重要な転換点となる作品だったし、感動的なシーンが盛りだくさんだった。その通りだな。鬼滅の刃無限列車編は、原作の人気をさらに拡大させた作品で、劇場版ならではの迫力あるアクションシーンや、キャラクターの成長が描かれていて、本当に素晴らしい映画だった。特に、煉獄杏寿郎の活躍が心に残るんだ。煉獄さん、かっこよかったよね。彼の強さや優しさが、物語を引き立てていたと思う。特にあのシーン、涙なしでは見られなかった。あのシーンは、本当に多くの人が涙しただろうな。煉獄杏寿郎の生き様が、まさに、鬼滅の刃のテーマそのもので、仲間を守るために命を懸ける姿が圧巻だった。そして、その姿を見て主人公の炭治郎もまた成長していくんだ。炭治郎が成長する姿も、すごく感動的だったよね。彼の強さだけでなく、
仲間を思う気持ちや優しさがどんどん深まっていくのが見て取れた。そうだな。炭治郎の成長を通じて、家族や仲間を大切にすることの大切さ、そして、何よりも諦めずに戦い続ける強さが描かれていた。あれだけの試練を乗り越える炭治郎を見ていると、自分も頑張ろうって気持ちになるんだよな。そして、映画全体のビジュアルが本当に素晴らしかった。アニメーションのクオリティが最高で、特に戦闘シーンが壮絶で、迫力満点だった。炎のエフェクトや、鬼のビジュアルも素晴らしくて、まさに映画館で見る価値があった。あの作画の美しさも、この映画の魅力だよな。特に無限列車で繰り広げられる戦闘シーンは、まさに圧巻で、作画と音楽が一体となって感動を生み出していた。音楽も、映画の雰囲気にぴったりで、観客を引き込む力があった。劇場版鬼滅の刃無限列車編は、ただのアクション映画じゃなくて、感動的なストーリーと深いメッセージが込められている作品だった。友情や家族愛、勇気をテーマにしているから、見た後に心に残るものがあるんだよね。その通りだな。鬼滅の刃は、アニメだけでなく映画としても大きな影響を与えた作品だ。無限列車編は、その集大成とも言える作品で、今後も語り継がれる名作だろうな。総評またはまとめ。今回のランキング、いかがだったでしょうか？ 1 位から10位まで、どの映画もそれぞれの魅力があって、見るたびに新しい発見がある作品ばかりでしたね。そうだな。どの映画も、ただ楽しむだけではなく、深いメッセージや社会問題を考えさせられる部分があったり、心に残るキャラクターが登場したりして、映画を通して何かを感じることができたよ。特に、パラサイト半地下の家族や、劇場版鬼滅の刃無限列車編なんかは、感動的で泣けるシーンが多かったし、何度も見たくなりますよね。ああ、どの映画もそれぞれに魅力があって、何回も見返して新しい発見をしていく作品ばかりだった。どれも、ただのエンターテイメントではなく、映画として深いテーマを持っていて、それが観客に強い印象を与えるんだ。映画って、ただ見るだけでなく、心に何かを残してくれるものですよね。今回のランキングに入った作品、ぜひ皆さんも見てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。